こんにちは、亀山大河チャンネルです。今回は漫画家の亀山大河くんにチェーンソーマンの主人公デンジくんを描いてもらいました。デンジくんを描くポイントは2つ。1、ギザギザの歯。2、黒目が小さく細長い目。たったこれだけです。それでは実際に大河くんが描いているデンジくんを見ながら解説をしていきます。本編へどうぞ。まずはデンジくんの当たりから描いていきます。完成図を1枚の紙にどう落とし込むか決めて、その位置に頭や体の当たりをざっくりと描いていきます。失敗しても後から何回でも描き直せばいいので、軽い気持ちと軽いタッチでさーっと描いていきましょう。こちら大河くんの手、かなり速く動いていますが、漫画家だから超スピードで描いているというわけではありません。録画したものを2倍速で再生しています。なので 0.5 倍速で再生していただくと少しカクカクですが、実際のスピードで描いている様子を見ることができます。デンジくんの生首を描きたい方は無視していただいていいのですが、もし体も描いていく場合、顔を描きたいという気持ちは一旦抑えて、描こうとしている絵の全体像をまずはふんわりと描いていきます。最初にしっかりと顔だけ描いてから体を描いていくと、全体をバランスよく描いていくのが難しくなり、体が小さく頭でっかちになったり、顔と体の位置がおかしく変な首になったりしてしまいます。ところで大河くんがデンジくんのネクタイを描いている時、そういや俺ネクタイ持ってねえなと言っていました。どうやら漫画家はあまりスーツやネクタイを必要とする場面が少なく、冠婚葬祭くらいでしか使わないそうです。今度ネクタイ買いに行こうと誘ったのですが、使う予定がないと断られてしまいました。ほんの少しだけ悲しかったです。ある程度ざっくり全体像が描けてきたので、先ほど一旦我慢した顔を描いていきます。今回のイラストは原作第36話日本刀 VS チェーンソー。デンジくんがやってみろよバーカと言いながらチェーンソーマンに変身するシーンです。大きく口を開けて出している舌と、人を小バカにするような舐めた目つきがとてもデンジくんらしさを出しているワンシーンです。顔の各パーツを、全体のバランスを確認しながら少しずつ描いていきます。各パーツを少しずつというのがポイント。まず目を完璧に仕上げてから鼻や口など他のパーツも順に仕上げていくような描き方だと、どこかバランスの悪い変な顔になってしまうことがあります。鼻や口は目の付属品ではなく、目も鼻や口と同じ顔の一部ということです。ここで大河くんが目を消していたので、理由を聞いたら、ちょっとイケメンになりすぎた、デンジの若っぽさ、舐めた感じが表現できていないと言っていました。これについては後ほど改めて詳しくお話しします。人の絵を描くときは、描かれている人が現在どこにいて、どのような状況で、どのような心境で、何を言っているのか、何をしているのかなど、シチュエーションを踏まえながら描いていくと、よりキャラクターとして完成度の高い絵が出来上がります。顔や髪が大まかにできたので、今度は服のシワ部分など、また体の部分を描き込んでいきます。体を少し描いては頭を描いて、頭を少し描いては体を描いてと、体と頭を行き来しています。これは全体のバランスを見ながら少しずつ描いているためです。最初の方でも言いましたが、先に頭だけしっかりと描いてから体を描いていくなど、一部を完璧に仕上げてから他の部分へ移る描き方をすると、全体としてバランスの悪い絵になりやすいためです。目の位置を少しずらしたいのに、良い目が描けてしまったがゆえに描き直したくない、もうやだなんてことありませんか？そうならないためにも、全体のバランスを見ながら少しずつ描いていき、徐々に完成へと近づけていきます。全体を見ながら少しずつ描いていく描き方ですが、大河くん曰く、組み立て式の家具を組み立てるのと同じだそうです。いきなりきつくネジを締めるのではなく、まずは仮止めをして形が定まってから、最後にまとめてネジを本締めしていきますよね。このように体と顔を行ったり来たりして少しずつ描いているのは、バランスを整えながら仮止めをしていっている状態ということです。
そして全体が整ってから本締め、爪など際の部分を細かく書き込んでいきます。さて、ここですっかり忘れているであろう一つ目のポイント、ギザギザの葉です。皆さんギザバのキャラクターは好きですよね。まずは何といってもポケットモンスター、スカーレット・バイオレットのなんじゃもちゃん。他にもヒロアカの霧島くんや、永遠の消防隊のシンナくん、ウマ娘のツインターボちゃんなど、魅力的なキャラクターにあふれています。ギザバって不思議なものだと思っていて、先ほど述べたキャラクターたちは元気で明るく、どちらかといえばおバカちゃんといった感じですが、同じギザバでも例えば鬼滅の刃に出てくる十二鬼好きの牛太郎や王様ランキングのデスハーは全然そんな性格じゃないですよね。口はキャラクターの性格や表情を表すための非常に大切なパーツなのですが、同じギザバでもこんなに性格が変わってくるのが不思議で面白いと思っています。肝心のギザバについてですが、ポイントといっても正直特に説明することはありません。歯をギザギザに描いていくだけです。強いて言うなら、歯は鋭角ではなく鈍角です。忘れずにギザバにしましょう。と言っている間に、先ほどタイガくんがまた目を描き直していました。なぜこんなにも描き直しているのかというと、デンジくんにとって目が一番重要な部分であるためです。そのため、タイガくんも妥協せずに何度も描き直しています。ここで2つ目のポイント、黒目が小さく細長い目についてです。表情によって目の形は結構変わるので一概には言えませんが、基本的にデンジくんは黒目が小さく細長い目をしています。この目がデンジくん特有のバカっぽさを表現しています。また消しましたね。デンジくんはかっこいいですが、バカです。ただのかっこいいではなく、バカでかっこいい、バカかっこいいです。かっこいい男性の絵を描くのであればなんら難しいことではないのですが、このバカかっこいいというバカとかっこいいを同居させているというのが厄介です。モヒカンにしたり、お尻だけ丸出しにしたり、発狂させたり、バカさを表現する方法は無数に存在しますが、そのほとんどが同時にかっこよさを大幅にダウンさせてしまいます。ではデンジくんはどうやってかっこよさを維持しつつもバカっぽさを演出しているのかというと、それが2つ目のポイント、黒目が小さく細長い目です。この目がデンジくんのバカっぽさを演出するメインのパーツになっています。今回のイラストで言えば、舌を出して大きく開けている口もバカっぽさを演出しています。試しにデンジくんの目や口を指で隠してみてください。バカっぽさが半減されているかと思います。この部分を理解することで、一歩上のデンジくんを描くことができるようになります。具体的にどう描くというのはありません。バカっぽさを意識しながら描いていきます。今回のような人を舐めた表情ですが、そこまで皆さん普段から描きまくっている表情ではないかと思います。普段描き慣れない表情を描く場合、一度自分でその表情を本気でしてみることをお勧めします。それを自撮りして、普段の自分の顔とどこがどう違うのか、細かく観察してみましょう。自分の顔は毎日見てるはずなので、どこがどう違うか比較的発見しやすいと思います。スマホの画面に向かって、バカと言いながら舌を出し、撮影ボタンをタップしてみましょう。おそらく死んでも人には見せられないようなブサイクが撮影されていると思うので、使用後は速やかに画像を削除しましょう。いつの間にかデンジくんの絵が完成していて、なぜかポチタを描いています。デンジくんの描き方を教えてほしいとだけお願いしたのですが、気がついたら勝手にポチタを描き始めていました。タイガくんは漫画家なので、毎日ずっと絵を描いているのですが、人のテイストを意識しながら描いていくというのが久しぶりだったようで、とても楽しそうにイラストを描いてくれていました。せっかくなのでポチタを描くポイントも紹介します。正直なところ、適当に描いても大体可愛く見えます。ポチタはまん丸の体に、まん丸のお目目をしています。ポチタと同じような目のキャラクターは世の中に腐るほどいますが、総じて可愛いです。腐っていても可愛いです。この目さえ描くことができたら、あとは適当でも大体可愛く描けます。目は円を2つ描いて、内側の円を黒く塗りつぶすだけなので、簡単だと思います。しかしそんな最強な目ですが、位置がおかしいと一瞬でキモくなります。鼻やチェーンソー、
前足など様々なパーツと比較して、目はどの位置にどれくらいのサイズであるのかしっかりと確認して描きましょう。あとついでに後ろ足のももは案外大きいです。ポチタが完成していました。しかしそれでもタイガくんの手は止まりません。早く帰りたかったので、もういいよと言ったのですが、お絵描きに没頭していました。仕事終わりで疲れているはずなのに、漫画家としての差がでしょうか。タイガくんのそういうところ、本当に尊敬しています。チェーンソーマンと文字を書いていますね。絵が上達するための方法ですが、本当にひたすら絵をたくさん描き続けることです。絵を描けば描くほど、それに比例して上達していきます。疲れていて死んだ声になっているのに、それでも楽しそうに絵を描き続けているタイガくんを見て、改めてそう思いました。ふわっと全体を見てほしいのですが、かなりかっこよく見えませんか？でも実はよく見ると、デンジ君以外は割と雑に書かれています。例えばチェーンソーマンの文字も、一文字一文字を焦点に当てると、上手な字ではありません。何を言いたいかというと、適当でもキャラクターの背景に、何かしらテーマに合ったものや文字を加えることで、イラスト全体としての完成度や雰囲気がかなり良くなるということです。逆に言うと、一部苦手で下手に描いてしまった部分があったとしても、全体の雰囲気でカバーすることができるということです。超絶上手なデンジ君だけが描かれて、あとはまっさらなイラストより、少し下手っぴなデンジ君でも、紙1枚の上に様々なあしらいのある1枚のイラストの方が、案外素敵に見えたりもします。ただあしらいを描き加える場合、できるだけ作品のテーマにのっとったものにしましょう。デンジ君の周囲に針や糸、ボビンなど裁縫関係のあしらいを加えても、それはそれで面白かったりギャップ萌えだったりしますが、元の雰囲気はおおむねぶち壊れてしまいます。完成しました。3、2、1、じゃじゃーん。改めてどうでしょうか。かっこいいですよね。タイガくん自身も自画自賛の嵐でした。デンジくんのポイント覚えていますか？ 1. ギザギザの歯。 2. 黒目が小さく細長い目。特に目はただかっこいいデンジくんではなく、バカでかっこいい一歩上のデンジくんを描くための重要なパーツです。以上がデンジくんの描き方でした。クソ退屈な授業中にでもぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。